皆さんちょっと想像してみてほしいんです。はい。今の職場でですね、最新の AI ツールをガンガン駆使して、社内の誰よりも早く大量の仕事をこなしている自分がいるとします。素晴らしいですね。ですよね。自分では AI を完璧に使いこなして生産性を爆上げしている、うちの会社で一番優秀な社員だなんて思っているのに、はい。ある日突然首を宣告されるんです。しかもまさにその AI への依存が原因で。いやー、本当に皮肉な話なんですけど、実はそれが今のテクノロジーの最前線で起きている現実なんですよね。本当に起きてるんですか？はい。単なる SF 映画のプロットとかじゃなくて、巨大企業で実際に起きている事象なんです。なるほど。今日の深掘り、つまりディープダイブのターゲットはまさにそこなんですよ。AI の進化が現実社会の壁と正面から激突した時に一体何が起きているのか。そうですね。今日は2026年3月20日時点の最新のビッグテック AI 関連ニュースを束ねてきました。ビジネスインサイダー、ザ・ガーディアン、CNBC、ザ・フトゥラムグループ、そしてロサンゼルスタイムズの報道です。かなり幅広いソースですね。これらのソースをつなぎ合わせていくと、職場のちょっとした失敗談からアメリカの軍事トップを巻き込んだ国家レベルのイデオロギーの衝突まで、驚くほど一つの大きなストーリーとしてつながってくるんです。それは非常に興味深いですね。バズワードとか過剰な期待は一旦横に置いて、情報型で溺れないように地に足のついた視点で今日の最前線を一緒に解読していきましょよろしくお願いします。今の AI ってもうなんかちょっと便利なチャットボットっていうフェーズを完全に過ぎちゃってるんですよね。う。と言いますと、社会のインフラとか企業のシステムに本格的に組み込まれようとする中で、人間側の既存のシステムとの間に猛烈な摩擦を生み出しているんです。なるほど、摩擦ですか。壮大な未来像を語る前に、まずは足元の現実、さっき言った職場で起きていることから見ていきたいんですが。はい、解雇された従業員の話ですね。そうです。ビジネスインサイダーが報じた Amazon での実際の事例なんですけど、ある従業員が AI を使って解雇されたと。彼なんかバイブコーディングっていう手法に頼り切っていたそうなんですが。バイブコーディング。この言葉、最近のソフトウェア開発の現場で急速に広がっているんですよ。バイブコーディングって、バイブス、つまり雰囲気のバイブですか？まさにその通りです。本来プログラミングって論理的な構造とかシステムの全体像をしっかり理解して行うものですよね。数学みたいにかっちりしてるイメージがあります。でもバイブコーディングは全然違うんです。AI に対して普通の人間の言葉で指示、つまりプロンプトだけを投げて AI がパッと吐き出したコードをそのままコピペして貼り付ける。はあ、なるほど。そのコードがなぜ動いているのか、裏側の仕組みを全く深く理解しないまま直感とか雰囲気、まさにバイブスだけで開発を進めちゃうスタイルのことなんです。でもちょっと待ってください。アマゾンみたいな巨大な IT 企業って、とにかくスピードとか効率を求めるんじゃないんですか？圧倒的なスピードが求められますね。だったら、結果として彼が誰よりも早くコードを書いて、アプリとかシステムが実際にちゃんと動いているなら、会社としては万々歳のはずですよね。なんでそれがクビにつながるんでしょうか？そこが落とし穴なんです。問題は技術的負債とコンテクストの欠如にあるんですよ。コンテクストの欠如。はい。確かに AI が書いたコードはその場では完璧に動くように見えるかもしれません。でも Amazon みたいな企業のシステムって何百万もの異なるプログラムが複雑に絡み合う巨大なエコシステムなんですね。はいはい。全体がつながっているわけですね。そうなんです。もし半年後にそのコードに致命的なバグが見つかったり、別の新しいシステムと衝突したりしたとき、バイブコーディングをしていた当人はどうなると思いますか？自分で書いてないからどこを直せばいいのかわからないってことですか？その通りです。AI が書いたので分かりませんという状態に陥るんです。それは会社からしたら最悪ですね。トラブルシューティングが一切できない。AI は今目の前でこの機能を動かすっていう局所的なタスクには驚異的な能力を発揮します。でも、そのコードが Amazon の長期的な事業戦略とか、セキュリティ基準の中でどう保守されていくべきかっていう文脈、つまりコンテクストを全く理解していません。なるほど。企業がエンジニアに高い給料を払っているのは、単にタイピングの速さを買っているわけじゃないんです。このコンテクストを踏まえた責任と理解を買っているんですよ。うわー、耳が痛いですね。AI にコードを書かせて自分の仕事は安泰だなんて思い込んでいたら、実は責任を取れないブラックボックスを量産しているだけだったと。非常に恐ろしい教訓です。
そしてこの AI がコンテキストを読めないことによる悲劇って個人の首だけにとどまらないんですよね。そうですね。もっと大きな事故につながります。ザ・ガーディオンの報道によるとメタで社内の AI エージェントが原因で大規模な機密データ漏洩事故が起きちゃったそうじゃないですか。はい。これも根っこにある問題は Amazon の件と全く同じです。現在の AI システムが抱える構造的なムルさが最悪の形で表面化してしまった例ですね。記事を読んでいて私が思ったのはなんというか今の職場の AI ってめちゃくちゃ仕事が早くて優秀なんだけど常識が完全にゼロのインターン生みたいだなってことなんです。はは。それは非常に面白いそして適応した例えですね。能力と社会性の完全なパラドックスと言えます。ですよね。例えばその優秀なインターン生にこのプロジェクトの資料を関係者全員に共有しておいてって軽く頼むとしますよ。はい。よくある業務の指示ですね。人間のインターンなら資料をパラパラ見て、あれこれ役員の給与データとか未公開の買収計画書が混ざってるぞ、これ全員に送ったらやばいぞって常識で判断して立ち止まるじゃないですか。ええ。普通はこれ本当に送っていいんですかって聞きに来ますよね。でも今の AI エージェントにはそういうストッパーがない。指示の言い回しをほんの少し間違えただけで全社員に向けて極秘データを一斉送信してしまう。これシステム的にどうしてこんなことが起きちゃうんですか？それはですね、AI の言語モデルが根本的に確率に基づいて次の単語を予測する計算機に過ぎないからなんです。計算機ですか？はい。彼らには人間が当たり前に持っているフェイルセーフ、つまり安全装置の概念がデフォルトでは備わっていません。なるほど。人間って指示を受けた時、無意識のうちに会社のルールとか人間関係、社会的なタブーみたいな何層ものフィルターを通して行動を決定していますよね。ええ、無意識にやってますね。でも AI は与えられたプロンプトを文字通りに解釈して、そのタスクを完了させることだけを最優先します。データを共有しろというコマンドを実行する能力はあっても、このデータは共有するべきではないという文脈を自己評価するメカニズムがないんですよ。日常の職場でしかも最先端のテクノロジー企業である Amazon とかメタですら AI のその常識のなさにこれだけ苦労しているわけですよね。そうですね。彼らでさえ手を焼いています。だとしたらちょっと疑問が湧いてくるんです。金融機関とか医療機関みたいな一度のデータ漏洩で会社が吹き飛んじゃうような厳しいルールに縛られた規制産業って一体どうやってこの技術を導入しようとしているんですか？まさにそこが今 AI 業界全体が直面している最大の壁なんです。壁？はい。ここで CNBC が報じたアンスロピックの調査データがすごく示唆に富んでいるんですが、AI に対する人々の楽観度を調べたところ、役職な立場によって非常に大きなギャップがあることが分かったんです。私の予想を言ってもいいですか？どうぞ。現場で実際に AI を使っている従業員はさっきのメタのデータ漏洩みたいな常識ゼロの AI がやらかしたミスの尻拭いに追われていて AI に対して悲観的になっているんじゃないかと。なるほど。逆に AI に対して一番楽観的なのは現場の苦労を知らない経営陣じゃないですか。これで大幅に人件費が削減できるぞみたいにコストカットの夢を見ているから楽観的なんだと思うんですが。経営陣が最も楽観的であるという点についてはおっしゃる通りです。ただ、その理由は単なるコスト削減への期待だけじゃないんですよ。違うんですか？経営層はもっとマクロな視点で見ていて、今 AI を導入しなければ、競合他社に駆逐されて会社自体が生き残れないという実存的な危機感から AI のポテンシャルを信じようとしているんです。やらなきゃ死ぬみたいな。ええ。一方で現場の人間はミクロな視点で、先ほどのコンテクストの欠如が引き起こす AI と人間の間の強烈な摩擦を毎日肌で感じている。だから悲観的になるんです。なるほど。上層部にとっては導入しないと死ぬ技術だけど、現場にとっては導入すると仕事が回らなくなる技術というわけですね。これじゃギャップも生まれますよね。はい。そしてその現場の摩擦を極限までゼロに近づけなければ絶対に AI を導入できないのがおっしゃったような規制産業なわけです。銀行とか病人ですね。そこでザ・フューチャラムグループの記事が重要になってきます。IT コンサルティング大手のインフォシスと AI 開発企業のアンスロピックが強力な AI アライアンスを結んだというニュースです。記事では彼らが金融とか医療業界の変革において暗号を解読することができるかどうかが注目されているとありましたね。暗号を解読するって難題を解決するって意味だと思いますが。でも数ある AI 企業の中でなぜインフォシスはアントロピックを選んだんですか？決定的な理由はアントロピックが開発のコアに置いている
Constitutional AI、日本語では憲法型 AI と呼ばれる独自のアプローチにあるんです。憲法型 AI ですか？はい。通常の AI 開発では、不適切な出力を防ぐために、人間の作業員が大量のデータをチェックして、これは良い、これはダメと一つずつ教え込むプロセスが必要なんですね。人海戦術ですね。そうです。でも、アントロピックは AI に憲法と呼ばれる倫理的原則やルールのリストを与えて、AI 自身に自分の出力を評価させて修正させる仕組みを作ったんです。ちょっと待ってください。そのルールってどうやって守らせるんですか？ AI が勝手にルールを破らないように、結局は人間が監視しているわけじゃないんですか？いえ、そこが違うんです。まさか、さっきの常識ゼロのインターン生に、分厚いコンプライアンスのマニュアルをバンと渡して、これ全部読んでから仕事しろよっていうだけでうまくいくとは思えないんですが。素晴らしい視点です。単にマニュアルを読ませるだけじゃなくて、訓練のプロセスそのものが根底から違うんですよ。どういうことですか？具体的には、AI が何か回答を生成した直後に、別の AI、あるいは同じモデル内の別のプロセスが、その回答を憲法に照らし合わせてチェックするんです。AI が AI をチェックする？ええ。例えば、この回答は顧客のプライバシーを侵害していないかと問いかけて、もし違反していれば AI 自身に回答を書き直させます。へー。この自己修正のプロセスを学習段階で何万回、何十万回と繰り返すことで、モデルの根底にルールが焼き付けられるんです。スケールさせることができるんですね。その通りです。インフォシスとアンスロピックの提携が業界に発しているメッセージは明確なんですよ。メッセージですか？エンタープライズ AI の競争はいかにクリエイティブで面白い文章を書くかという技術競争から、いかに致命的なミスを絶対に犯さないかという信頼性とコンプライアンスの競争へと完全にシフトしたということです。確かに。銀行からすれば、ウォール街の天才アナリスト顔負けの投資アイディアを出してくれる AI よりも、絶対に顧客の口座残高とか暗証番号を外部に漏らさない AI の方が100倍価値がありますもんね。全くその通りです。安全性が担保されて初めて規制産業の重い扉が開くわけです。さて、ここからがまた面白いというか恐ろしいところなんですけど、はい。規制やルールの話が行き着く究極の場所、それって国家の安全保障であり軍隊ですよね。最大の国家機関です。企業が金融とか医療向けに一生懸命安全で倫理的な AI を作ろうとしている一方で、国家がその技術を戦争や防衛に使おうとした時、一体何が起きるのか。今日のニュースの中で私が一番衝撃を受けたのがロサンゼルスタイムズの記事なんです。アメリカの国防総省の件ですね。はい。ペンタゴンがアンスロピックを公然と非難しているんです。このニュースは今後のテクノロジーと国家権力の関係を占う上で極めて重大な意味を持っています。記事によれば、ペンタゴンの非難が引き金になって、戦争や軍事利用に対するシリコンバレーの歴史的な抵抗、あるいはイデオロギー的な摩擦が再び大きく燃え上がっているとのことです。ペンタゴンとアンスロピックの間で根本的に何が食い違っているんですか？摩擦の核心は、二方が組織として最優先している使命と時間軸の決定的な違いにあるんです。使命と時間軸。国防総省の使命は、国家を外部の脅威から守り、軍事的な優位性を維持することです。現在、アメリカの対抗勢力も猛烈なスピードで AI の軍事利用を進めていますからね。はい、世界中で開発競争が起きてますね。そのためペンタゴンは、最先端の民間 AI 技術を今すぐに最速で軍事システムに統合しなければならないという強烈な焦燥感を持っているんです。一方でアンスロピックのような AI 企業はどうなんですか？アンスロピックの存在意義は先ほども触れたように安全性です。彼らは AI が予期せぬ挙動を示したり、人間の制御を離れたりするリスクを極度に警戒しています。なるほど、暴走を恐れているわけですね。はい。十分なテストが行われていない AI が自律的な兵器システムや戦略的な意思決定に組み込まれることは、彼らの倫理的な境界線を完全に超える行為なんです。だからこそ、彼らは意図的にブレーキを踏もうとします。つまり、国防総省のスピードとアンスロピックのブレーキ。これが真正面から衝突しているんですね。まさにそういうことです。これって今 AI 業界が歴史的なオッペンハイマーモーメントの真っ只中にいるってことですよね。オッペンハイマーモーメント。良い表現ですね。かつて原子爆弾を開発した科学者たちが自分たちの生み出した強力な技術が国家の手に渡って自分たちのコントロールを超えて破壊的な目的に使われることに深く苦悩したあの瞬間です。今シリコンバレーのエンジニアたちもこれと全く同じ究極のジレンマに直面しているように見えます。
オッペンハイマーのアナロジーは非常に適用していますが、実を言うと、今回の AI 技術は核兵器よりもさらに複雑な性質を持っているんです。そうなんですか？はい。なぜなら AI は汎用技術だからです。核爆弾は明確に兵器ですよね。他の用途は考えにくいです。でも、大規模言語モデルは、コードを書き、文章を翻訳し、医療データを分析するのと同じ能力を使って、サイバー攻撃のコードを書いたり、無人ドローンの群れを制御するための戦術データを処理することも可能なんです。なるほど。平和利用と軍事利用の境界線が、技術の性質上、最初から存在しないんですよ。国防総省からすれば国を守るための必須の盾なんだけど、開発者からすれば何を引き起こすかわからない制御不能な矛に見えるわけですね。はい。でもこれってとんでもない事態ですよ。一回の民間企業が自国の軍隊のトップに対して私たちの技術は使わせませんって抵抗しているわけですよね。これが世界的なパワーバランスとか地政学にどう影響を与えていくのかがすごく気になります。現実の地政学的な観点から見ると、これは非常に深刻なリスクをはらんでいると言えます。リスクですか？もし、アメリカのトップ AI 企業が倫理的な理由から国防総省への技術提供を制限し続けた場合どうなるか。当然ながら、AI の開発競争はアメリカ国内だけで起きているわけではありません。確かに。国家主導で倫理的なブレーキなんか一切気にせずに民間企業の技術を軍事転用できるような国もありますもんね。もしそうした国々が躊躇なく最新の AI を軍事システムに統合していけば、ペンタゴンはテクノロジーの優位性を失うことになります。そうなると抑止力が。そうです。結果として国家間の抑止力のバランスが崩れる可能性があります。AI の開発企業が掲げる倫理は人類全体への脅威を防ぐための崇高なものですが、皮肉なことにそれが自国の防衛力を相対的に低下させる要因にもなり得るんです。なるほど。この矛盾こそが現在のシリコンバレーとワシントンが抱える最大のジレンマなんですよ。いや、個人の職場の話から始まってものすごいスケールの話になってきましたね。今日リスナーのあなたが聞いてきたニュースを一気につなげてみましょう。はい。一人の Amazon 従業員が AI の出力を過信したバイブコーディングの失敗から始まり、メタで起きた常識ゼロの AI インターンによる機密データの漏洩。そしてそのシステム的な欠陥をコンスティチューショナル AI という仕組みで克服して厳格な規制産業に AI を導入しようとするインフォシスとアンスロピックの試み。はい。最後にはそのアンスロピックがペンタゴンとぶつかる国家レベルの倫理的衝突にまで至りました。一見バラバラに見えるこれらのニュースですが、根底にあるテーマは全く同じなんですよね。と言いますと？人間が設計した社会システムやルールの中に AI という異質な知性をどうやって安全に適合させるかという巨大な試行錯誤のプロセスなんです。なるほど。リスナーのあなたは今、軍事利用とか厳しいコンプライアンスの話なんて自分の日常生活には関係ない遠い世界の話だって思っているかもしれません。そう感じる方も多いでしょうね。でも、なぜあなたがこれを気にするべきなのか。それは、あなたが日々の仕事で何気なく AI にメールの文章を書かせている時も、夜のニュースで世界のパワーバランスの変化を目の当たりにしている時も、その背後には今日議論した AI のガードレールの強さや脆さの問題が直結しているからです。その通りですね。私たちが便利だと思って使っている AI は、同時に私たちの社会のルールや安全保障の前提を根本から書き換えようとしています。私たちは AI を使う側であると同時に AI が導入された社会の変化によって影響を受ける側でもあるんです。最後にあなた自身に少し考えてみてほしい問いがあります。はい。もし世界トップクラスの技術力を持つ AI 企業が強固な倫理的懸念から自国の軍隊との協力を完全に拒否し続けたとします。それは自律型兵器の開発に歯止めをかけ、私たちの世界を長期的により安全にするのでしょうか。それとも倫理的な懸念なんて理由で国にノーと言えない他国のテクノロジー産業に圧倒的な軍事的優位性を与えてしまうだけなのでしょうか。正解のない問いですが、私たちがこれから数年のうちに必ず答えを出さなければならない、避けては通れない問いですね。次にあなたが画面の向こう側の AI に何か質問を投げかけるとき、その裏側で虫湧いているこの巨大なジレンマを少しだけ思い出してみてください。テクノロジーはただの便利な道具ではなく、私たちの社会の在り方そのものを問い直してきます。本当にその通りですね。今日の深掘りはここまでです。一緒に情報の深淵を覗き込んでいただきありがとうございました。それではまた次回。